迷子声優立石凛さんを語りたい。アニメバンドリアベムジカの放送を記念して迷子ちはやあのんの声優立石凛さんの解説動画をお届けします。ざっくりとにはなりますが、立石凛さんの魅力をお伝えできたらと思います。お話しするテーマはこちら。立石凛さんの概要と基本情報、凛ちゃんと勉強、凛ちゃんと声優、凛ちゃんとギター、最後にあのんちゃんとの共通点を少しだけお話しします。敬愛の念を込め愛称で読み上げさせていただきます。凛ちゃんは大阪府出身の人気女性声優。バンドリガルパでは迷子のリズムギター兼衣装担当兼 SNS 担当ちはやあのんちゃんのキャストを務めています。あのんちゃんはアニメムジカの前身となるアニメ迷子の公式プロフで成績優秀でコミュ力と行動力があり、中学時代はクラスの人気者と紹介されている女の子。後に詳しくお話ししますが、凛ちゃんも勉強が得意で成績優秀、都内難関私立大学群マーチの一校、立教大学を卒業、高校の文化祭バンドでセンターを務めるクラスの人気者。血液型は B 型、7月10日生まれの蟹座。所属事務所はバンドリ声優が数多く在籍する響きゆずむんの後輩にあたり、ひなぴよとは同期です。特技はダンスとそろばん。ダンスは2歳から始めていて、キャリアは20年以上アノンステップに発揮されています。趣味は映像制作に課する細かい作業が好きで、映像ソフトを独学したり極小ブロックで創作したりとクリエイティブな気質。ちなみにあのんちゃんもライブ前日にメンバー全員を徹夜に巻き込み衣装制作を始めるほどクリエイティブな気質です。好きなものはアニメ、ゲーム、音楽、ゲーム実況が好きで、ゲーム実況用の配信チャンネルを立ち上げるほど一人暮らし適性が抜群で、掃除は毎日、部屋は綺麗、料理もするし定規もし、お菓子も食べるけど野菜も食べる。自撮りはあまり好きではなく、 SNS の投稿写真は大好きなメンバーと一緒がスタンダード。そんな凛ちゃんの自他共に認める性格を表し、口癖ともなっている言葉はマイペース、一歩一歩僕だけのスピードで進むバンドリ声優。それが凛ちゃんです。凛ちゃんと勉強についてお話しします。凛ちゃんは迷子メンバーや運営から理知的なこと評価されていて、声優界隈でも勉強のできる女性声優として有名。324+275+920+382+819+635の計算を3秒で解いてみせたり、円周率を100桁暗記してたりします。卒業大学は立教大学現代心理学部映像身体学科を専攻。映画やダンスなどの芸術に人間心理を結びつけて学ぶ学科です。授業の中で一番関心を持っていたのは犯罪心理。自分は恵まれた環境で育ててもらえたけれど、そうじゃない人たちもたくさんいるんだと境遇を見つめ直す機会になったそうです。中高時代は大学までエスカレーター式の一貫校に通学。日韓校の大学があるのに大阪から上京し、立教大学に進学した理由は声優になる夢を叶えるためでした。中高時代に青春の大半を捧げていたものは勉強、定期テストは毎回命がけで臨んでいたそうです。けれど凛ちゃんは14歳ですでに声優になるという夢を持っており、本心では勉強なんてこの先やる意味があるのかなと思っていました。それでも勉強に必死だった理由は周りの目。凛ちゃんは当時のことをこう語ります。think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, all I need is a better day. 凛ちゃんが大学で心理学に興味を持ったのは、そんな中高時代の自分があったからかもしれません。凛ちゃんが声優になるまでを時系列でお話しします。芸能界に興味を持ったきっかけはダンス。お姉ちゃんの影響で2歳からストリートダンスをしていて、幼少期はイベント出演など芸能活動に近いことをしていたそうです。人前に出ることが身近であり日常で、将来はこのまま芸能関係の仕事に就きたいなと考えていました。少女期へと時は流れ、中高時代の凛ちゃんは勉強を頑張ります。勉強の息抜きはラジオでした。お気に入りの放送はお笑い、そして声優。のめり込んでいくうちに、いつかは自分もステージに立ちたいと夢見るようになりました。凛ちゃんは14歳。お笑いへの思いはファンとして大事な青春にしました。そして声優への思いは自分で叶える夢にしました。凛ちゃんのこの夢は
S 響 A スクルー合同オーディション2020に合格し、声優事務所響に所属することで叶うのですが、すんなりと運んだわけではなく、3度目の正直で念願の合格を果たします。響に入所してからは順調に活動、アノンちゃん役に抜擢され、バンドリ声優の先輩との交流も多くあり、直々に相性も授かります。りんちゃんとギターについてお話しします。りんちゃん演じるアノンちゃんのバンドパートはリズムギター。リズムギターには2つの役割があり、1つは伴奏役として和音を奏でること、もう1つはリズムを粒立てること。ただこの定義は一般的なもので、迷子のリズムギターは特殊。リズムギターでありながら、リードギターのように出旋律も低き、スコアの難度は高め、誰かさんのシビアさを感じます。りんちゃんのギター歴ですが、アコギは趣味で少し弾いていたものの、エレキは未経験。アノンちゃん役が決まってから練習を始めます。りんちゃんが迷子のギターで苦労した点は2つ。1つはライブパフォーマンス。アコギは確かにステージ上を動き回って弾いたりはあんまりしません。ただこの課題は20年近いダンス歴をもって解消。厄介だったのはもう1つの課題。エレキとアコギの弾き分け。りんちゃんは1年以上、この課題にもだえ苦しんだそうです。豆知識ですが、エレキとアコギの違いは3つあり、それはアンプと奏法とエフェクター。基本プラグレスで演奏するアコギとは異なり、エレキはその名の通り、通電子、アンプで音を増幅する楽器です。アンプで音が増幅されると、ノイズや不要音が目立つようになるため、エレキの演奏では、鳴らすべき弦以外を手のひらや指で押さえ、不要な音が鳴らないようにする奏法が特に求められます。またエレキは、エフェクターで音色や響きを変化させることが一般的で、奏法もそれに合わせて調整します。つまりエレキは、アコギからの切り替え勉強が必要な楽器です。ただ、さすが勉強に定評のあるりんちゃん。バンド練習を徹底してやり込み、今ではメンバーからだけでなく、リアルバンドの講師陣からも、非常に安定感のあるリズムギターとして称賛されています。また、本人の欄では、迷子メンバーでは一番緊張しないタイプで、メンタルのブレも少ないそうで、その点でもリズムギターは適役。ただりんちゃんは一度だけ演奏がうまくいかず、アンコール前の楽屋で泣いてしまったことがあり、しばらく引きずったことがあるそうです。最後にりんちゃんとアノンちゃんの共通点について少しだけお話しします。ここまでのお話でお気づきの通り、りんちゃんとアノンちゃんの共通点は控えめに言って多すぎです。今回の動画のまとめとしてりんちゃんとアノンちゃんの共通点を10個紹介します。まず、成績優秀、そして周囲の目と期待が気になっていた少女時代、一瞬だけバンドのセンター、クリエイティブな気質、命名センスが独特、ポストはまんまアノンちゃん。これで6つ、ややこじつけも含むかもですが、いかがでしょうか。ところでどうしてアノンちゃんはあんなにも行動力があるのでしょうか。ここはりんちゃんとの相違点とはなりますが、アノンちゃんはロンドン留学に失敗し、帰国した時点で中学時代の友達とは顔を合わせられなくなっています。帰国時にアノンちゃんが決意したこと、それはやり直そう。アノンちゃんの行動力の謎、それはひょっとしたら友達がやり直そうとしていたら叶えてあげたくなってしまうから。りんちゃんの座右の銘は歳月不退。意味は、時は人の心も都合もお構いなしに無情に過ぎるものだからこそ、一瞬一瞬を大切にしたい。中高時代のりんちゃんが青春の大半を捧げていたものは勉強。大人になったりんちゃんが大切にしたいと思う一瞬は何か。それはもしかしたら青春なのかも。りんちゃんとアノンちゃんの残りの共通点、それは諦めず、友達思い、やり直したい。小さな一瞬は私たちでマイペースに集めていくこと。